皆さんこんにちは。こんにちは。神対チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。神との対話はとても実践的で役に立つ教えですので、ぜひ今日も聞いていってください。野川さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、神対的神話の2回目になります。はい。前回は神がなぜこの世界を作ったのかという話をしました。で、今回はですね、神自身として神の体験をですね、想像している担当者ということで、人間がですね、どのように望む人生を作っていくかと、こういう話を、見たいと思います。で、今日の話の流れはこうなります。魂が望む人生とは、生まれる前に決めた計画がある。そうですね。気づきへの計画は現在進行中である。そうですね。私たちはなぜ今ここにいて、どこに向かっているのかと、こういうような話になります。で、まずですね、望む人生っていう時の、望む主体なんですけど、これは魂です。普通私たちは自分のことを魂だと思ってる人は少ないと思います。で、魂っていうのは前回の話にもありましたように、神のエネルギー、生命がこう分かれて、個性化したエネルギー体ですから。そうですね。本来あの世にいる魂の認識力というか、悟りというか、はとても高いんですよ。そういう理解です。だから魂っていうのはそういうもので、私たちが望む人生って言った時に、その魂が望む人生のことを言ってます。で、今日はそういう話なんですよ。で、このかぼちゃの種なんですけど、魂をですね、かぼちゃの種に例えますと、かぼちゃの種をまくと、かぼちゃの花が咲き、かぼちゃの実がなります。かぼちゃの種をまいて、スイカがなることはないです。それは無理ですね。つまり個性があります。そういうことです。神の個性化したエネルギーが分かれたってことはそういうことです。そういうことです。ただし、そのかぼちゃにはいろんな可能性があって、その育てる人が優秀なね、農家の人が育てたらすごい大きなかぼちゃになるかもしれません。そういう意味でバリエーションは無限ですと。そういうことですね。で、神様はかぼちゃの種も作ったし、スイカの種も作ったし、なんかね、ナスビとかキュウリとか、いろいろ作りました。かぼちゃが良くてナスビが悪いっていうわけじゃないです。じゃないです。で、それは多様性っていうものはそういうことで、多様性というのは美を表現するためにあるっていうことを神様が言っているということですね。そこで私も一言、今の説明とても面白かったです。まず個性があるっていうところですけど、これは本当に一人一人は完全に個性的だから、二つとして同じ人あるいはものはないってことです。このことを多分お釈迦さんは天上天下唯我独尊と言われたんだと思います。その意味は、私だけが個性的で特別で偉いんだっていう、そういう意味ではなくて、もうあなたという存在はこの広い宇宙の中でもたった一人だけだよ。そしてそのあなたはあるがままでとても素晴らしい存在なんだよってことだと思います。それと個性があるってことは考える違いも出てきます。先ほども多様性の話が出ましたけど、その違い、個性の違い、考え方の違いは分断を意味するんではなくて、それは実はとても美しい、驚異的な美しさを表現するために個性があるんだと理解しています。私の例えで言えば花畑を考えた時に、私個人的には
ラベンダーが好きです紫色も好きだし香りもとても好きで、畑の中にラベンダーだけが全部あってもこれはこれで美しいんですけど、そのラベンダーの隣にチューリップがある。でそのチューリップの隣に例えばひまわり、大きなひまわりがある。いろんな花が並んでたらやっぱり美しいでしょ。多分神様はそういう意味で個性的なものを創造されたんだと思います。はい、はい、ありがとうございます。で、そのようなポテンシャルのある魂が地上に降りて私たちの体の中に入って体験していくわけです。神性として入るわけですね。はいはい、で、その時にですね、はい、生まれる前と生まれる後の話があるので、まず生まれる前の話をします。で、生まれる前のことで話さなくちゃいけないことがいくつかあります。でアジェンダとか、初期設定とか、こういう話ですよね。そうですね。あと人生のシナリオ、プロットっていうのは、自分で書くと、こういうようなことも重要な、ポイントだと思います。ちょっとここら辺を、教えていただきたいんですけど、まずですね、アジェンダっていうのはこの世で自分が体験したい事柄、何でもいいです。許しでもいいし優しさでもいい、それはその人が選んだものでいいです。で通常アジェンダ、人生の体験したい目的は1回の天象でだいたい一つ、神の側面の一つを選んで降りてきます。そして降りてくる時に星、地球もあるし、もっと進んだ地球もあるし、遅れた地球、いろいろあるけど、その星も自分で選ぶし、それから良心や環境も合意のもとに選んできます。でこの合意のもとにっていうのは、実は小さな魂と太陽という物語があるんですけど、そこに詳しく書かれています。物事は全て必然的に起きる、合意のもとに起きるってことがそこで物語として書かれています。であとは初期設定、例えば大まかな、自分が何を体験したいか、具体的には例えば教育分野であれば先生になるとか教授になるとか、それからスポーツ選手であれば野球とかテニスとか、それからバスケットボールとか、あとは芸術家であれば音楽家になったり画家になったり陶芸家になったりとか、大体そういう大まかな方向性は自分で決めて降りてくると思います。はい、そこで、アジェンダとか、初期設定について、ちょっと長くなるんですけど、もうちょっと具体的に、事例をちょっと使って説明させていただきたいと思います。これ、A さんっていう人がいまして、A さんのアジェンダ、この人は、直近の過去世が修道士だった。ヨーロッパで修道士をしていて、キリスト教ですよね。で、聖品礼賛で自分をいじめるような、そういうスタイルの宗教を徹底的に訓練した人のようです。で、従ってですね、いい悪いじゃなく、その人生の中で思いの傾向性としてこの世的なことを軽んじる。なるほど。それから異性を否定する。お金も汚いものとして否定する。それから神様に依存することから癖がついて、どうも他者に依存してしまう。それから左脳的、とてもその知的なアプローチで信仰をしてたので、左脳しか働かなくなっていたと。こういう人がいますと。結構厳しい人生ですね。厳しいでしょ。そこでアジェンダとして、今世のアジェンダとして、普通の人がやる仕事をして、もうそれ嫌いなんですよ。嫌いなんだけど、とにかくずっとやり続けるっていうね、それを考えてきました。あと結婚してみる。あとは自分でお金を稼がなきゃいけないようなことをしてみる。あと
支配的な親のもとに生まれ、自立しなければいけないように仕向ける。なるほど。はい。あと美術を学んで、右脳を働かせるみたいな。なるほど。こういう計画をどうも立ててきたようだっていう。なるほど。わかりました。ちょっとそこで付け加えると、さっきのアジェンダの話に戻るんですけど、アジェンダを決めるときにちょうど前世で一つ前の、生きてる時に最も興味を抱いたこと、あるいは印象深く残ったこと、それとかすごく関心を持ったこと、そういうふうなものが一つの基準になって次の自分のアジェンダを作る傾向にある。だから今のこの A さんの場合はその思いの傾向を一回経験したので、今度はその逆のものを体験してみよう、そういうふうな感じに、そういう考え方なんですね。なんか基づいてるような感じがしましたね。はい、わかりました。そして、初期設定の事例なんですけど、これはまた別の人ですね。先ほどの音楽家の例は、音楽家であればその音楽を自然に勉強することができるような家庭環境を選ぶとか、そういうことだと思うんですけど、またちょっと逆のね、困難な環境に生まれるっていう初期設定もあります。ありますね。B さんの場合は、いわゆる未熟児で生まれ、脳に障害を負ってしまうと、知的障害者として生きていかなきゃいけないっていう、そういうシナリオを書いてきましたと。なるほど。で魂として世での思いとしては、B さんはいろいろあるけれど、周りの方々の愛を受け、そういう環境でありながらも自分の力で道を切り開く喜びを体験し、明るく生きる自分の姿を持って人々を勇気づけたいという、こういうことを体験したいと思ったと。で一方 B さんの両親は、B さんからこういうわけなんだけど障害者になるけど、自分を育ててくれますかって言って、B さんの両親の方は、分かりましたと、いろいろ思い悩み葛藤しながらも、B さんと一緒に困難を乗り越えていく、そういう喜びの人生を体験したいんですと、っていうことを思って降りてくるわけです。そうですね。お互いの合意があったということですね。そうです。これが魂的な真実なんですが、地球ではなかなか降りてくるとも全部忘れてますから。そうですね。B さんの方はなんでこんな目に遭うんだとか、隣のなんとかちゃんは健常者なのに、とかね、で両親の方は、自分のせいでこういうね子供にかわいそうな思いをさせてしまったとかね、割と罪の意識にとらわれたりとかっていうことが起きます。そうですね。でもそうじゃないっていうことで、魂っていうのは先ほどの魂の可能性というものを、逆境というものを、対極を持って、魂の本来の自力を出す、跳躍のためのバネとして自力を出すっていうようなことを結構魂は考えることがあるので、それはもう選択次第であり方、魂のあり方が幸せであることを選び、受け入れて表現すれば、本来計画してきた人生にまた道に戻ることができますっていう、そういうことなんですよね、これね。そうだと思います。そして、今のが B さんの初期設定の話なんですけれども、今度はですね、生まれた後の話です。そうですね。生まれた後地上で起きることとしては、二極性相対性の体験をします。この二極性相対性の体験の話については、次回詳しく説明しますので、ここでは深くは入りませんけど、一見、自分が望まないことが起きてきます。地球のこの地上の生活では、良くないこと、いい悪いはないんですけれども、
望ましくない嫌なこととか、悲しいこととか、起こることとか、そういうことが起きてきます。そうですね。起きてきます。これは二極性相対性の世界だから、そういうことが起きるわけで、そうです。でそれは、理由があって、実は魂が引き寄せている対極というものを引き寄せているので、実は完璧なことが起きている。そうです。そして意味付けが現実を作るっていう、そういうことなんですけど、それが、神体のですね、かなり中核的な考え方になってるんですけど、そうですね。これ例えばどういうことかっていうと、これ C さんの体験があります。C さんは、遺産分割で、自分の兄弟から財産を騙し取られました。はい。それは大変。要するにハンコを預けちゃったんですよ。なるほど。はい。それで、これはですね、その親戚のですね、おじさんなんですけど、自分にも人にも平然と嘘をついて騙して被害を与えてはばからないような悪人なんですよ。そういう人に出会っちゃったんです。悪を演じてるわけですね。そうなんですね。でこれはですね、この二極性相対性で対極を引き寄せたと考えるならば、それは C さんの魂はあの世で許しを体験したいと思った。なるほど。許しって何かというと、悪のように見える相手をも包み込む、無条件の愛の化身のような自分であるっていうことを体験したかった。なるほど。そうするともう極悪人が出てくるんですよ。そうですね。それは大抵その極悪人を演じてくれるのは、ソウルメイトとか言われることもありますけど、過去勢で自分の魂の一つのグループで、同じようなそういういろんな体験を一緒にやってる仲間の人がいるんですよ。なるほど。そういう人がやってくれることが多いと思います。それが対極の法則ですね。これは対極の話ですね。で、この時に意味付けが現実作るっていうのは、この財産を騙し取られたっていうのが自分が被害者になるのか、それとも創造主として新たな自分を創造するのか、でここで言ってる創造主っていうのは、許し、その許しを体験するような自分というものを創造するっていう意味の創造主っていう、そういうことですよね。それが彼あるいは彼女のアジェンダだったのかもしれないですね。その可能性が高いと思います。とにかく地球で地上で起きることっていうのは、そんなにいいことばかりじゃないですよね。そうですね。でそういう中で、それでも生きていかなきゃいけないと。その時にあるアジェンダなり職設定の下で、日々出会ういろいろなことに対して対処していく。その時に大事なことは意図的であること、聖なるエネルギーをよく活用することと。ちょっとここら辺のご説明お願いします。そうですね。ですね、やっぱり意図的に意識的に生きるっていうのはどういうことかというと、私たちは本当の自分というのを体験するために実はこの物質界に来てるんですけど、それを体験する方法っていうのは大きく分けると2つある。一つは人生を真剣に熱意を持って情熱的に、私はこれこれのことをするので神様エネルギーを与えてください、積極的に呼びかける、神のエネルギーに呼びかける方法が一つ。あるいは穏やかに緩やかに起きる出来事に抵抗しなくてあるがまんまを受け入れる、スピ系でよく言われる全託の方法、このどちらでも良いと思います。そうすれば本当の自分というのを体験するのに近づいてくると思います。で、聖なるエネルギーを使うというのは前の動画でちょっと説明したけど、もう一度簡単に言えば、
まずは創造エネルギー、あなたが思うこと、語ること、そして行動することで望む自分の人生を作る。それから優しい知恵、これを受け取れば物事の本質を見抜く洞察力とか英知とか観察力を受け取ることができると。で、純粋な愛のエネルギーっていうのを十分にいただければ、相手をあるがまんまに受け入れて、そして自分も相手も生きる自由を与えて、それを認めることができる。そういう神様の聖なる3つのエネルギーを私たちは活用しながら望む自分の人生を作っているんだと思います。はい、はい、これが結局創造ということで、はい、自分の思う、こうありたいと思う自分を作り直す、創造し直すということで、そうですね、はい、これが魂が望む人生を作っていくっていうことで、これは何も特別なことではなく、私たちの今いる場所で起きてくることに対して、それに対して対応していくっていう、その時に意図的に聖なるエネルギーを使い、より神に近い選択をして表現していくっていう、そういうことですね。これの繰り返しということですよね。それ以上の何物でもないっていうことです。はい。それでこれ A さんについてこの例を見てみますと、A さんってのは先ほどの過去世に修道士だった人です。A さんのアジェンダですね。で、彼は若い時になんとか外資系の IT 企業に潜り込みました。それでうまいことクビにならないで35年間35年、なかなかあれなんですよ。そもそも向いてないわけだから、そういう働くっていうことに対して。だから入社したての頃はもう会社辞めて進学校でも入って牧師にでもなりたいとかって思ってたんですよ。でもところが10年20年と与えられた仕事をずっとやり続けていったら、その嫌いだった仕事が好きになってきたし、うまくできるようになってきたっていう、そういう体験を彼はしました。なるほど、それはそれで素晴らしい。あと結婚もしてみましたと。これによっていろいろ精神的にも安定したし、考え方の違いとかも異性の考え方の違い分かったし、とても良かったでしょう。それからお金については、会社で働いてる時はあんまり考えなくても済んだんだけど、とりあえず生活はできたと。定年になって会社辞めてからは、自分で仕事を始めたらお金についていろいろ考える必要が出てきて、健全な理解をだんだんできるようになりましたと。あと依存するっていう傾向性があって、支配的な親の下でかなり精神的に苦労しました。もう自殺したいと思うことすらもありました。すごい。そのずっと息苦しさがもう小さい時からあったんですけど、おかげさまでいろんなスピリチュアルとか宗教とかあっちこっちのいろんな考え方を理解できたので、なるほど、よかったと思いますと。興味がなければ勉強なんかしませんから。そうですね。あとデザインの勉強をしたので、左脳しか働いてなかったんだけど、右脳と左脳が両方働くようになりましたと。バランスが良くなってきたんですね。でこういうスピリチュアルな教えをグラフィックにして発信するとか、そういうことも最近始めてますと。こういう話ですよ。なるほど。以上ですね。で、A さんは結構厳しい人生を設定しましたね。そうですね。そもそも哲学的な魂なので、会社の中で普通に会社員やるっていうのがものすごく大変なんですよ。でしょうね。カルマの刈り取りというか、
そういうわけで、私たちは今、我が家から出てきて、霊的世界から物理的世界に降りてきて、そして今その状態にいます。そうです。でやがて死ぬとこの霊的世界に帰り、またその先もあるんですけれど、延々と続きます。延々と続きます。でこれをですね、もうちょっと分かりやすくチャートにしたものがこれで、そうですね。もともとその神の一部であった自分が地球に転生してきました。物理的な世界に降りてきました。魂は個性的なエネルギーですと。でこれがですね、地上の人生を何度か繰り返しますと。でそれぞれの人生にはアジェンダがあります。そのアジェンダが終わると、その段階は完了します。そういうことです。で、人によってはこれを何百回も何千回も繰り返すと。ちなみにニールさんは根性で648回目の転生だそうです。で、最後にこの絶対的な気づきというところに至るわけです。そうです。我々は絶対的な気づきに至る途中にいて、今必要な気づきをアジェンダとして体験しているっていうことなんですけど、ここで気になるのが、この絶対的な気づきっていうのは一体何かと、この神に戻るって書いてありますけど、これは何かっていうことなんですが、それがこれですね。絶対的に。ちょっとこれの説明をお願いしたいんですけど。これは要するにこのあり方が実は本来の私たちの姿であり、これが実は神の本質である。ちょっと読んでみますね、じゃあ。あなた方は善であり、慈悲、同情、理解だと。あなた方は平和であり、喜び、光だ。あなた方は許しであり、忍耐、力、勇気、苦しい時の援助者、悲しい時の慰めて、傷ついた時の癒し手、迷った時の教師だ。あなた方は最も深い知恵と真実、最も偉大な平和と愛だと。これをその体験として、気づきの体験としてこの例えば許しなら許しっていうのを体験するのは相当大変なことで、さっきの C さんの体験も壮絶なものでしたけど、こういうような神性そのものですよね。こういうものを体験し尽くして初めて神様のレベルに戻れるっていう、そういうことです。従前な認識っていうのがここで得られるってことですね。でしかも神との対話では体験しないとそこに戻れないっていうことだから、要するに体験をしないと知恵にならないってことですね。知ってることを経験して深い気づきが生まれる、この関係は螺旋状に登っていく先に神と私たちとの一体化があるってことだと思います。野川さん的にはこの一文が神との対話の全巻の中で一番重要な文章の一つだ。そうですね。重要な文章の一つですね。これが実は私たちの本来のあるべき姿、あり方だ。でこれが神の本質であり、神と一体である私たちも同じような感情を抱く。それがこの内容だ。これがうまく要約されているわけです。結局その霊性の進化っていうのはこれを実際に表現し体現するっていう、そこにあるということ、そういうことだと思います。ということになると、私たちは無目的に、無意識的に生きていくわけにはいかないと、新しい生き方のアウトラインということで、神様がこういうような枠組みを私たちに説明してくれましたと、ちょっと読んでみます。ちなみにこれ神との対話に学ぶの35ページに書いてあります。これは神との対話の神様の言葉じゃなくて、
野川さんの言葉ということになります。はい。私たちは相対世界で活動する神であり、はい、神の本質は愛です。うん、私たちの魂は必要な経験を引き寄せ、うん、精神は自由に選択します。はい、私たちは選択、うん、すなわち原因と体験、うん、結果を繰り返しながら、愛そのものである本当の自分を再創造するはい永遠の旅を続けています。はい、そのために神は私たちの自由意志を完全に保障してはい、くれていますと。そういうことですね。はい、はい、ちょっと付け加えますね。これは新しい生き方のアウトライン、別の言い方をすると、私たちは神の神性を内側に持ち、実は物質界で知ってることを体験する、一つ一つアジェンダを通して体験することで神になりゆくプロセスを歩んでるってことだと思います。これを前の動画で一度言ったけど、フレーズを一つ引用すれば、私たちは際限なく神を探す旅をしてんではなくて、際限なく神自身を体験する旅をしてるってことだと思います。そして神のあり方と一つが本質的な自由だから、完全な自由な存在は人に強制したり押し付けたり、あるいは非難したり批判否定もしない。私たちに自由にものの選択、考え方の選択をする。その自由に選択した人生を神様はみんな集めて偉大な自分を体験する。そういうことを神と私たちは共同作業をしてるんだと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それで、最後にですね、この神体的神話の全体のまとめとして、神体的でない神話というものについて確認していきたいと思います。なるほど。はい。まず、唯物論、はい。霊性を否定しますので、そうですね。はい。霊性否定するっていうのはもう人間が魂であるってことを認めないってことですから、そういうことですね。これは神体的ではないです。はい。はい。それから唯心論、これ物理的な世界の意義を否定するものですね。はい。で、神体的な考えでは、霊的な体験と物理的な体験と両方が必要なので、物理的な世界を軽視するような考えというのは、これは神体的ではありませんと。それから、神性を否定するもの、これは現在論ですよね。そうですね。カルト的なキリスト教とかはこういうことかもしれないんですけど、絶対的な気づきっていうものが神性で、これが我々の中に埋まってて、これに出会いに行く旅をしてるっていう、そういう考えからすると、そもそも神性はないんだっていう考え方は全然神体的ではありません。そうですね。神体はむしろ唯物論と唯心論、この両方を含有するもんですね。それから現在論ではなくて、神の神性は聖善です。善なるもの、悪なるものじゃなくて、それはどうしてわかるかというと、私たちが善なることをした時、人が困っている時に手を差し伸べたり、何か欲しいものをあげて喜びを分かち合ったりすると、私たちの気持ちが心地いいと思うんです。すごく喜びが感じられる。それが実は魂がイエスって言ってる証拠だと思います。逆に誰かを傷つけたり嘘ついたり騙したりすると、どっか自分の心の中で嫌な感覚があると思います。それは神様からすれば、あるいは本来の自分からすれば、今の感情は違うよってことを示唆していると思います。そういうところで聖善説ってのが理解できると思います。はい、ありがとうございました。神体的神話の話、これで2回、行いましたけども、だいたいこれで人間の在り方、生き方についての大枠の話はこれで多分尽きてると思うので、あとはそれぞれ皆さん
自分でアジェンダが何だったのか、初期設定が何だったのか、自分の魂が望む人生ってのは何なのか、そういったことを振り返って見ていただければ嬉しいかなと思います。次回はですね、二極性相対性の話をしたいと思います。野川さんとの今日の話を聞かれまして、皆さんはどのような感想を持たれましたでしょうか。少しでも金銭に触れる部分があれば、それは皆さんのもともと持っていた思想であり考え方なので、ぜひそれを日々の生活で使っていっていただければと思います。この内容に共感された場合はですね、ぜひチャンネル登録もお願いします。またお友達にもぜひお勧めしていただければと思います。では今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。どうもありがとうございました。